ローブがデビュー5年目を迎え新たなるスタートを切った。同時リリースの3枚のマキシシングル Globe featuring TK Globe featuring Mark Globe featuring Keiko。 ソロっていうよりもあえて本当にフューチャリングっていう言葉がとっても私もふさわしいと思うんですけど、私の気持ちとしてはとってもグローブ寄りっていうと面白いですけど、ソロで私一人が好きなことを小室さんにお願いしてやるのですっていう感じではないんですよ。マークもそうですけど、3人がなんとなく4年経っていろいろ好きなこととかやりたいこととかきっと興味のあるものとか、それを3人がいる時にいろいろ話をしている中できっと小室さんが嗅ぎ取ってそういうのも面白いかなって、それぞれの個性をもう一度見直したりとかするのも面白いんじゃないかなってきっと発想だったと思うんですけどねそうですね、グローブフューチャリング何々でやってみようかっていうお話だったんで、似てないですけど今の全然似てないんですけど、そういう感じで自然にマークも私も聞いたように思いますね。それは私が今一番例えばこういう曲に興味があるんですっていうのを今出したわけではなくて、やっぱりそこら辺のバランスをうまく取っていくプロデューサーとしての小室さんっていうのはいると思うし、結局もし3人が好きな音楽をやろうってなったら私はすごい非常に似てるものになるんじゃないかなと思うんですよ。同じパターンというか同じジャンル、曲でいうとジャンルになっていくんじゃないかなと思って、それをあえて同じジャンルで出していくって方法もまだまだストックしてあるのかもしれないし、今の段階ではとってもどうなんでしょうね、声の部分に魅力があるとかきっとそういう部分を出したかったのかなっていうのをまたその曲が届いたりする段階で感じていくことがすごいグローブのスタイルなんですよね。今までもそうなんですけど、非常にそういうところは楽しんでやってますね、相変わらず。そうなんですよ、びっくりしましたね。最初はジャンルでは何になるんだろうな、あれは。最初の音は違ったんですけど、本当にミディアムな曲で、リズム&ブルースでもなかったし、その私の声を入れていろんな楽器を足そうとしてたとは思うんですけど、フルオーケストラの前からとてもすごいもうメロディーの部分でとても B メロが気に入っていて、私も小室さんもすごいそこの部分が気に入っていて、これはいいと思うんだよねっていう話をしていて、そうですねなんてでなかなかこれだっていうのが彼の中にもなかなかなかったのか、ちょっと変えようと思ってるんだよねっていう話で、メロディーの話だとか、2人の私の詩の部分の話だとかをいろいろした時に、ピアノのところに連れて行かれて、でそこで弾いて、でピアノが主になってこれに生弦を入れるからっていう話になって、で3日後ぐらいかなうわーって届いた時にはもうびっくりしましたけどね。最初にちょうどタッチ・ザ・グローブをやってる頃にその話、グローブのフューチャリングの話で、詩のテーマを先生からもらったんですけど、それで非常に考えていろんな風に考えたんですけど全然出てこなくてすごい難しすぎて、でなんとなく自分で当てはめてみたりとかしてたんですけど、それでまたフルオーケストラの音が返ってきて、ストリングスの音だとかたくさんそういうものを聞いて感じたのはやっぱ、大きなイメージですよね。ふと、母性みたいなとこですね、テーマは。母性、そうですね。もう本当新鮮ですけど、今まで4年間自分がやりたいジャケットのことは語ったこともなかったですね。よく考えたらそれが普通だったというか自然だったんですけど、でやりたいことっていうのは、その母性の話も詩の意味の中でもそうなんですけど、もちろん自分の中にそれをすごい感じるんですよ。それは自分の姉を持ってみた時の瞬間だったり、スタッフのことでも友達のことでも、自分の周りにいる人、もちろん彼氏のことでも発見する自分の中の母性みたいなものからなんていうんですかね、
女の人の持つ本当の意味のなんかこう強さというか、なんかならではな部分っていうのをすごい出してみたかったりはしましたね。にじみ出るなんかみたいな、なんか洋服でこういうのが着たいとかそういうことではなかったんですけど、なんかやっぱりきっと女性にはきっと女性にはっていうか、私はとてもこう私自身がつけたいものを身につけるというか、で自然なこうなんかカチッとしてるイメージっていうのがすごいあったのかなと思いますけど、ジャケットにしてもふと自分で振り返ってみてそうだったんですけど、家にいる自分っていうか非常にこうおしゃれをしてても平気でなんかこうなんて言うんだろう、あぐらかいちゃったりとかしてる自分がいて、それはすごい自然な形で、それがなんかそういうとこがなんか強さというかなんか、とてもセクシーに思えるんですけどね。ふと自分で見てですよ、客観的に見たり、いろんな自分が客観的に見てる人だったりとか、母性。今回のジャケット写真にはそれぞれテーマが託されている。恵子は母性、いつも明るく元気な彼女の内面に秘められた優しさ、そして愛。恵子の仕草一つ一つに感じる女性特有の本能が写真一枚一枚に表現されていく。母性。これほどまでに彼女を適切に表す言葉があったとは。恵子の温かい笑顔に包まれ、撮影は刻々と進んでいく。楽しくてしょうがない。いつもクールなマーク・パンサーのテーマは楽しくてしょうがない。フューチリングマークになるとこういうと坂でこういう帽子をわけする。楽しくて気持ちよければいいから、そういうところ攻めようかな。マークは今回の楽曲でこれまでのグローブとは違った側面を表現している。そのギャップがこの撮影にも現れている。普段あまり見ることのできない衣装や表情、実はこれが地のままの彼に一番近いのかもしれない。まさしく楽しくてしょうがない撮影風景は続く。少年、それが TK のテーマ。いつまでも少年の心を持つことが新しいサウンド、あまたの楽曲を生み出すことにつながるのだろう。 TK の頭の中には無限の世界が広がる。それは夢を見ている少年のように。こうして完成した3枚の CD、 三種三様のグローブの姿、そしてそれぞれが異なった光を放つ。ツアーをやりますよ。もう楽しみでどうなるんでしょうね。まだこう具体的に何か、こういうライブにしたいということを決めて挑まないことが決まりなんですけど、今までグローブでやってきていたライブっていうのは非常にプロフェッショナルな中でなんていうんですかね、やってきてたんで、いろんなパートの人たちがもうたくさんいるわけですよ。すごい。でもうそこでプロとしてこなさなきゃいけない環境がある中でのこう新鮮味っていうかエネルギーのぶつかり合いがとても魅力だったグローブのライブがあったとしたら、
もうちょっと私自身はコミュニケーションを取りたかった自分がいて、その作り上げるということをもうちょっと一緒にやってみたかったんですよ。やってみたいっていう、それをちょっとこの間のタッチ・ザ・グローブでは感じつつあって、こんなに何かを話し合ってやっていくことっていうのはこんなに楽しいものなのかっていうのもあったり、それをまた今度は一人でグローブではないところでやっていくっていう試みは非常に楽しみですね。だから何年間4年見たスタッフ、どのスタッフでもいいです。別にレコード会社の方だろうが事務所の方だろうがもちろんだろうが、本当にその人たちが描くもう稽古像がきっとそれぞれにもうできてると思うんですよ。この周りからも、それも肉親でもそうなんですけど、そういう人の稽古像をまず聞いてみてやってみたいなっていうのがあって、だから逆に言うとリクエストしていただいて、そのいや稽古ちゃんっていうのはロックだよ、ロック歌ってよっていう人もいれば、やっぱりいやバラードでしょ歌ってよっていう人もいれば、ちょっと英語とか曲歌ってみないのっていう、とっても私をこういじってほしいって言うと変ですけど、逆にいろんな人から見た今まで4年間その決まったことを私がやっていた中で、もっとやってほしいことがあるんじゃないかなって、そういうアクションをこう人から起こしてもらいたくて、そのツアースタッフにしてもそうなんですけど、だから極めて基本な、私は何がしたいかって言われたら歌いたいだけなんですよだから何でも歌いたいんで、何でもいいんで、本当に見てきている人たちが決めてくれればよくてみたいな中で、でもまあそれはありかもねっていうのと、それはなしだよっていうのは言うつもりですけど、やってみてそれを見せるっていうのが、そしてファンはどう思うのかなっていうところは非常に興味がありますね。僕もすごく楽しいそうなんですよ。またこれ結構期待度アップでね、期待度 100% なんですけどね、もうそれは非常に光栄なことなんですけどね、またこれ期待度 100% すなわちプレッシャーね、これつながっていくんですよ。もう3月16日、富士の麓にあるとある湖。グローブの新曲「On the Way to You」のプロモーションビデオ撮影現場は突然の大雪に見舞われ、寒気に包み込まれていた。天候の回復を待って撮影がスタート。この壮大な雪景色の中、稽古はどんな表情を見せてくれるのだろうか。はい、カットです。これまで数々の傑作を送り続けてきたグローブのプロモーションビデオ。今回の新作も CG 合成を極力排除した大掛かりな演出で話題を集めている。極寒のロケ地で体当たりの撮影に挑んだ稽古、その貴重なメイキングシーンをたっぷりとお届けしよう。この日の気温は1度。凍りつくような寒さの中、撮影は続く。すごいな、すごい。湖に浮かべられた巨大なカプセルの中が稽古の次なるステージ。凄まじいまでの寒さが彼女を襲う。頑張れ稽古。じゃあ行きますよ。はい、よいはい、スタート。このシーンが一体どんな映像へと変貌するのだろうか。乞うご期待。非常に最後はもうガクガク足がぐるってました、ですが、明日、ぜひ私のスイミングを、シンクロナイズのスイミングを見に来てください。撮影2日目、都内近郊のスタジオ。まずはアメリカから特別に取り寄せたという特殊カメラでの撮影シーン。1秒間に2500コマの画像が収録されるこのカメラでは、肉眼では決して見ることができない瞬間の芸術ともいえる映像を捉えることができるのである。続いては巨大水槽の中へ。生まれて初めての水中撮影に果敢に挑む稽古。水の中とはいえごく自然な表情が要求されるという。
監督の指示のもと稽古の持ち前の根性が発揮される。綺麗だと思うんだけど。こうして全ての撮影が終了した。メンバーそれぞれをフィーチャーした3枚のシングルを同時に世に放ったクローズ。今回は以前紹介した稽古の作品に引き続きマーク、そして TK のシングルプロモーションビデオスペシャルオンエア。個々の個性が最大限に表現された新たなグローブをチェック。Load featuring Mark。 まずはザ・メインロードのメイキングシーンをお届けしよう。ザ・メインロードのプロモーションビデオ撮影現場となったのはヒップホップの殿堂として絶大な人気を誇る渋谷のクラブハーレム。スタッフたちの手によってフロアに大掛かりなセットが組み上げられる。セット完了後、いよいよマークの登場。果たしてどんなパフォーマンスを見せてくれるのだろうか。よろしくお願いします。まずはマークのワンショットシーンから撮影がスタート。さまざまなシチュエーションでマークのワイルドな魅力を引き出しカメラに封じ込めている。今回のメインとなるのは特設ステージでのライブシーン。ステージの周りをハイスピードで回転する特殊機材タイガーを使用し疾走感あふれる映像を作り上げるのである。やだなあれに当たりそうじゃない？何やら不安げなマーク。ステージとカメラとの距離を心配しているようだ。あんまり声が当たりそうだったもん。その頃会場の外にはマークのファンたちが集まり始めていた。実はライブ形式で撮影される今回のビデオのためにオーディエンスの一部を一般公募で集めたのである。すごい並んでんでしょみんな。あともうちょっとだから。そうなんちゅうんだっけ。伝言ゲーム。エキストラのモデルたちと共に意気揚々と会場入りする一般オーディエンス。この日総勢100人を超えるファンがマークのプロモーションビデオに出演するチャンスを手に入れていた。マークの姿に興奮を隠しきれないファンたち、そして彼らと積極的にコミュニケーションを図るマーク。フロア中にフレンドリーな空気が広がっていく。いよいよ特殊機材を使用しての撮影がスタート。マークと彼を応援するファンとの固い絆によって臨場感あふれるライブステージが繰り広げられていく。危ないんだ。これがこの辺まで来てた。いよいよメインのライブシーンがスタート。